きのこチャンネル。皆さん、こんにちは。きのこです。今日はね、ごく不思議の話を話したいと思います。皆様はね、これは怪談や怖いおとぎ話だと思うかもしれません。でも、これはキノコの本当の経験です。キノコはね、日本に行ってもまだたくさんすべきことがありますね。だからキノコはよく喫茶店に入ってコーヒーを飲んだり、鳥姉ちゃんのデザインを知ったりします。最近キノコはある喫茶店に入りました。写真を示せません。その理由はね、人間のない人は他の人間のない人をバラしちゃうのは絶対に禁止なことです。ねえ、キノコはこのカフェに入りました。そのマスターはチョッキを着てるおしゃれな人に見えます。他のお客様は2人だけです。あの人は片隅に座ってお互いに会話しました。マスターさんはキノコには魔法を示した。例えばスマホの画面から大きいシルクハンカチを引っ張り出した。キノコは他のお客様が聞こえないために小さい声でマスターさんに、マスターさんはね、魔法使いですね、と言いました。マスターさんは、いやいや、手品だけです、と言いました。キノコはちょっと魔法がわかるから、キノコはマスターさんに手品もあるですね。でも、マスターさんは本当に魔法使いですね。マスターさんはちょっとおかしく見えた。キノコは大丈夫大丈夫だと言いました。キノコは絶対にバラしちはないんです。キノコも人間ではありませんからね。その時、他のお客さんが来ました。キノコはデザインをして帰りました。次の日、キノコはその喫茶店に戻りました。アイスコーヒーをくださいと言いました。マスターさんは、ちょっと待ってていいですかと聞きました。キノコは大丈夫と言いました。マスターさんはお水を出してくれました。キノコはデザインなどをしました。お水を飲みました。アイスコーヒーを待ちました。でも、アイスコーヒーが来なかった。長い間待ったら、マスターさんに、大丈夫ですか？アイスコーヒーが大丈夫。忘れちゃったかもしれないと考えました。マスターさんは、はい、大丈夫だと言いました。またお水を出してくれました。キノコは1時間半くらい待ちました。でも、アイスコーヒーが来なかった。デザインをアップロードすることが必要から、Wi-Fi がなかったから、キノコは、すみません。行かなければいけません。大丈夫とマスターさんは言いました。キノコは帰りました。次の日、キノコはカフェに戻りました。マスターさんに、昨日すみませんと言いました。
マスターさんは大丈夫大丈夫と言いました。キノコはアイスコーヒーをくださいと言いました。マスターさんはちょっと待ってていいですかと聞きました。はい、大丈夫だとキノコは言いました。また、マスターさんはお水を出してくれました。デザインを知ったり、お水を飲んだり、アイスコーヒーを待ったりしました。でも、アイスコーヒーが来なかった。アイスコーヒーは大丈夫ですかと聞きました。マスターさんは忘れちゃったかもしれません。と考えました。マスターさんは、はい、大丈夫だ。と言いました。また、お水を出してくれました。長い間が経ちました。お客様が来た。お客様が帰った。アイスコーヒーが来なかった。遅くなりました。お客様はいない。キノコはちょっと怖くなりました。マスターさんの目的は何ですか？お店を閉めるかもしれません。それから何をしますか？いきなりキノコ怖いよ。キノコ行ってきますと呼びました。お店から走り出した。それはちょっと嘘でした。キノコは行きました。でも二度も来るつもりはない。皆様どう思いますか？怖い話ですね。それに本当です。本当のキノコの経験です。ぜひコメントをしてください。チャンネルに登録してください。見てくれてありがとうございます。バイバイ。